こんにちは。本日のレッスンは、9路盤を対局できるようになるまでその1です。その3を見終わった頃には、9路盤で実際にどのように打てばいいかわかるようになっているはずです。途中問題を出すので、ゆっくり考えたい場合は、一時停止ボタンをクリックして解いてみてくださいね。それでは早速ルールの確認からいってみましょう。プレイ後内の遊び方はもうやってみましたか？まだの方は、まずそちらをやってみてくださいね。まず陣地について確認していきましょう。陣地とは石で囲った交点、つまりこの石のないところを指します。この図なら×が黒の陣地ですね。白も数えるとしたらこんな風に石のないところを数えていけば最終的に陣地の大きさがわかります。その数の多い方が勝ちということでしたね。もしこのように少しでも隙間があればまだ終局していないということになります。なのでこことここに打って、そしてパスを押せば無事に終局ということでしたね。逆にこの状態で自分の方の字の中に打ったりすると陣地を減らしてしまうことになるので、この部分は数えられるところなので、これが多い方がいいですね。なので自分では打たないように。そして相手の白の方の中に打ったとしても、結果的に取られてしまう。いつかは囲まれて取られてしまうので、なのでちょうど黒と白のこの境界線と言われるところですが、黒と白の間を狙ってみるといいと思います。陣地と勝敗の付け方についてはここまでです。次に石の取り方と逃げ方について見ていきましょう。石の縦と横を塞げば取れるというところは OK ですね。ではこちらの問題をやってみましょう。黒番でこの白の1子を取る問題です。わかりましたか？正解はこちらですね。ちなみに、あと1手で取られる状態を当たりと言います。なのでこの白石は残り1手で取られてしまうので、この白は当たりになっているっていうような言い方をします。もし白で打つとしたらどこに打つかわかりますか？正解はこちらですね。黒がここに打てば取れるということは、白もここに打てば逃げられるということになります。ここに打った瞬間に白の呼吸点は残り3になって、どんどん追いかけてきたとしても伸ばし続けることができるので、この白が取られることはないですね。では次にこちらの図を見てみましょう。先ほどと同じ形ではあるのですが、この位置が少し違いますね。もし黒で取るとしたら、先ほどと同じようにここに打てば取ることができます。では白の場合はどうでしょうか？もし違うところに打って白が逃げた場合を想定してみましょう。もし白が逃げた場合、黒はさらに追いかけることはできます。右か左かどちらでもいいですね。右から行ってみた場合、白はまた当たりです。残り1手になっていて、逃げる。そしてまた取られてしまいます。先ほどであれば逃げることができたんですが、ここがこの2線になっているんですね。5番にはこの線があって、今下から2番目という形だったので、なのでこの2線にある低い石はこの1線に逃げていったとしても助からない、すでに取られているということになります。同じ形なのに条件が違うと逃げれたり逃げれなかったりするので、そこは要注意ですね。では次にこちらの問題をやってみましょう。黒番でこの2個を取れるかどうかですね。正解は打てば取れます。本来ここは着手禁止点といって黒からここには打つことができないですね。ただし相手の石を取ることができるときは打つことができるので、
今回はこの2個の白が先に当たりになっているので黒は打つことができるということでした。石の取り方、逃げ方はここまでです。ここまで見ていただいてありがとうございました。次回はいよいよ実践編の連絡形を理解するについて行います。それでは次のレッスンでまたお会いしましょう。